で、そうやってやってきて、スイフトはすごい細かな操作に反応してくれて、ものとしてはやっぱりスイフトの方がレベル高いなと。新しいし少しお値段も高いなというのがね、あります。で、それからするとね、マツダ2は細かい操作の反応は劣るとしても、車自体の動きとしてはね、キュン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 してるような感じを、で、ホーダー力戻してくるところとか、路面インフォメーションなんていうのはね、優れていて、無駄なく走れるといった部分では、スイフトに遜色ないのかなっていう感じですね。で、そうね、ちょっともったいぶっちゃったエンジンの話。マツダ2の方が、で、やっぱりエンジンの音とかも良くて、気持ちよさもあって、ブルブルブルっていうね、停止の振動とか、走行中の振動を出す領域、それから音に関する部分とかね、アクセル反応とかもそうかな。そういった部分でやっぱり4気筒の良さっていうのはね、感じます。スイフトのね、静粛性は印象的でしたので、もうはっきり覚えています。前からの音がガシッと抑えられて、後ろからの音は許容しているみたいなね、静粛性でした。そこで言うとね、乗った感じですごく大きいのが、車の軽さ感とかね、マツダ2が1090キロです。で、スイフトの方が920キロ。170キロぐらい差が、すごく差ありますね。思ったより差がある。左男爵でーす。今日はね、ちょっと車内から失礼します。毎回ね、同じスタートですと何の動画か分かんなくなっちゃうので、今日ちょっとね、車内からもう頭ギリギリですけれども、ここからスタートしていきたいなと思います。で、動画のテーマはこのマツダ2とスイフトの比較です。今日のマツダ2が2025年モデルで、この前乗ったね、スイフト現行モデルと比較していきます。でね、マツダ2ね、今までこう何台も乗ってきています。デビュー当時からね、いろいろ乗ってきてる中で、だいたいこういうこと話そうかって頭の中にあったんですけれども、今日乗ったらね、もう全然違いました。乗り味全然違って、こんなことになるのかなっていうのがね、もうズバッと流れちゃった。なので、もうね、これから乗りながら、すごくね、新鮮でフレッシュな温度を感じたままをね、述べていきたいなと。そう、やっぱりね、後で編集するよりも、乗ってる時がね、一番こう、長所も短所もこう、メリハリあって、ズバッとね、こう、はっきりした言葉になると思うんですね。後にすると、どうしてもね、聞き心地がいいような言葉に置き換えていっちゃいますので、乗ってね、いいところも悪いところもズバッと話しつつ、スイフトと、ごめんなさい、マツダ2とスイフト、比較していきたいなと思います。じゃあ、あとは、走りながらのレビューになります。それでは、行ってきまーす。じゃあ行きますね。今日はね、乗り味全般比較しつつ、内装のシーンの比較はね、別に挟んでいきます。今なかなかね、ちょっと内装について触れるのは難しいので。じゃあそしたら、そうね、全体的な印象からいきます。最初ね、今までの印象で考えていたのは、もうごめんなさい、超とか言っちゃった。とってもね、単純明快でした。エンジンはね、こっちのマツダ2でしょと。で、ハンドリングとか、乗り味、乗り心地、サスペンションに関する部分、それからこの内装でスイフトでしょと。もうやっぱりデビュー時期違いますし、あと価格も違うんですね。そういったところから、もうね、そこをもうはっきり、そう思っていたんですけれども、全然違ったよといったところでね、ちょっと補正しながらいきます。まずね、価格の話しますね。ちょっとね、価格帯が異なります。マツダ2は155万円スタートです。今日の車ね。で、スイフトの方は170万円台のスタート。で、中間グレードを見てもね、マツダ2は中間グレードで178万円。で、スイフトの方は192万円です。で、その中間グレードがね、マツダ2はね、8インチのディスプレイオーディオがついてるんですね。これよりもうちょっと四角いタイプです。で、スイフトの方はディスプレイオーディオもオプションになってくるので、だいぶ価格が変わってくる。で、一クラス差までいかないんですけれども、ちょっと価格差があるというのはね、ご了承ください。その上での比較です。で、今日のマツダ2は155万円に15万円ぐらいのね、この 8.8 インチのディスプレイオーディオというのがついています。じゃあそんな感じでね、始めていきますね。まず、そうね、やっぱりマツダ2乗って言いますので、マツダ2のいいところからいきます。それはね、エンジンです。エンジンは、今日のね、
いわゆる高圧縮タイプの P5VPS というこの 1500cc エンジンになって、そうね、今までよりはちょっとね、やんちゃな感じのところも感じるようになりました。それから低燃費重視のねエンジンだなというところも感じるようになってきて、それはねエンジンとトランスミッション、この 6AT の、ね、制御両方合わせてそんな印象につながっていきます。でそれはあるにしてもね、やっぱりこう停止中の振動とかブルブルブルっていうね停止の振動とか、走行中の振動を出す領域、それから音に関する部分とかね、アクセル反応とかもそうかな、そういった部分でやっぱり4気筒の良さというのはね感じます。4発の方がね当然振動1回の爆発の間隔が少なくなるのは当然ですし、あとヘッドのね、バルブとかの重量の差によってレスポンスがいい、高回転でね反応いいなんてのも言われますから、その反応と音と振動の部分でね、この4気筒ねすごくいいです。ほんとねこの変わらないからこその良さっていうのはね、このマツダ2のって感じますし、スイフトの方はね逆に仙台までのね 1200cc4 気筒というのがやっぱりすごく良くて、高回転に魅力あるエンジンでした。でそれがね3気筒になって、で味付けとしてもね燃費優先というのを感じるのが結構多くて、それからまだ新しいエンジンですから、これからね徐々に改良されていくであろうみたいなね新しい3気筒のエンジンに今なっています。でそこで言うとね、乗った感じですごく大きいのが車の軽さ感とかね、そこの部分です。そこに触れていきますね。カタログの重量で言いますと100何十キロ差があります。マツダ2が、1090キロです。でスイフトの方が、920キロなので170キロぐらい差がある計算になりますかね。すごく差ありますね。思ったより差がある。で実際に乗ってどっちが軽いって感じるかって言ったら、自分はねこっちのマツダ2の方が軽く感じられます。それはねちょっと車の荒さっぽいところも踏まえて、あと元気な部分も踏まえて、こっちのマツダ2の方がね軽く感じられます。不思議ですよね。もういかにカタログスペックっていうのが参考程度のもので、人間の感覚ね、人の受け売りではなくて自分でこっちは軽いこっちは軽いってこう、思うような方にとっては、とか、自分にとってはこっちのマツダ2の方がね軽く感じられます。車の動きとかね、ちょっとした操作に対する反応とかね、こう出てく瞬間、止まろうとする瞬間のクックックって動きとか、敏感なのがねこっちのマツダ2の方。今まではね違いました。マツダ2ねすごい大人っぽくて上品で大きい車らしさがあったんですけれども、今日のモデルはねもう元気いっぱい。多分ね今履いてるタイヤの仕様とかがもう含まで、そんな感じなんでしょうね。でやっぱりそれが軽さ感に伝わってくる、乗り心地なんかもそうです。スイフトの方が足硬いんですけれども、大人っぽいというのはおかしいけれども、落ち着いていますね。足硬いけど乗り心地いいのがスイフト。じゃあちょっと乗り心地の話いきますね。スイフトはサスペンションがね最近の車っていうような動きをしてね、やっぱりそこで長く売られているマツダ2とは、もしくは価格の差も踏まえて、そこね差があります。すごく狭くねサスペンションが動いてくれて、その中で衝撃を吸収してくれている。でバネすごく硬くてね車の動きかなり抑えられます。でもほんのわずかな領域で衝撃を抜いてくれているというかね、抜いてくれているんだろうけどふわつきもしなくてね、もう自分スイフトの動画でダンパーがショックアブソーバーが黒子的だねっていうね表現をしました。もうダンパーが突っ張りもしないしふわつきもしないし、このバランスがすごくいいと。ショックアブソーバーの質いいですし、合わせ込みもすごいねって言った意味で黒子的というね表現をしました。で動く量少なくてね最新の考え方みたいなところになっていて、マツダ2の方がねやっぱりというかね、この今日乗ってるのは結構足硬くて、今もゴリゴリコツコツしてるんですけれども、この一個一個がね荒っぽくてね、角の立ったような当たりをしている。で
もうちょっとね、2、3年前のマツダ2でしたら、また違ったね、感想になるんでしょうけれども、なりますけれども、今日のね、マツダ2で言うと、ちょっとね、荒っぽさみたいなところがね、あるかなと。で、乗り心地、スイフトが、いいとはね、しなやかとか柔らかくていいという感想にはならないですけれども、比較で言うとね、そんな感じかな。マツダ2の方はね、このハンドリングとかね、打の効きの良さという部分で、この柔らかさじゃなくて、ごめんなさい、硬さをね、使っている。で、そっちに向けているみたいなね、感想です。で、じゃあ、あと、ハンドリングの話いきますね。スイフトは、もう皆さんはね、すごいって、もうめちゃくちゃすごいなんておっしゃられていますし、自分もね、すごいと思います。で、すごいとかね、いいねってこう理由とかね、なんでそう思うかって述べられてる動画とか、レビューアーの方、少ないなと思っているんですね。で、自分は、合っていても間違っていても、今までね、20数年レビューしてきていて、で、いろんな経験とか、で、そうね、テストじゃないです。勉強っていうのかな。体験とか練習か。ヘルメットかぶったりね、グローブすると体のセンサーを打ちます。そんな中で、いろんな違いをね、感じられるかとか、いろいろ試してきました。もういろんな部品を変えてみたりもね、してきた。で、そうやってやってきて、スイフトは、すごい細かな操作に反応してくれて、正確だよねと。もうこれコンパクトカーの次元じゃないでしょ、レベルじゃないでしょと。他のメーカーで言ったらミドルクラス並みでしょみたいなね、感じです。で、それからするとね、マツダ2はこのステアフィールに関してはね、ちょっとだけ旧世代的みたいなね、感じです。でも難しいのが、旧世代的だから良くないというわけではなくて、この、少し前の世代のね、ネバーっとしたステアフィール、電動パワーの味付けとか、路面からのね、フィードバックを伝えてきてくれるところとか、補打力が高かったりとか、無駄なく走れるといった部分では、スイフトに遜色ないのかなっていう感じですね。今も若干ね、カントって言って左下がりの、若干右に、左にね、路面が傾いてるんですけれども、ふーっとね、スーッとハンドルがそっちに吸い込まれていくように、勝手に動いたような感じでしたね。これを感じられるのが気持ちいいし、楽しいし、乗っていてね、滑らか運転につなげられるとかね、すごくいいところなんでね。物としてはスイフトの方がいい。これはもう間違いないです。ただ、マツダ2みたいなね、この車みたいなのが好きな人も多くいるでしょうと。スイフトはね、もうちょっとハンドル周りを重くしてくれたり、手応え増してくれたりね、反力強めてくれたら、また違ってくるみたいなところでね、これから2つ目とか、RS とか、スイフトスポーツに期待したいなと思うところです。で、マツダ2の方はね、これは、スポルトじゃないです。普通のね、15C というグレードですけれども、もうコンパクトスポーティーハッチだねぐらいのね、味付けです。スイフトの方がね、もっとこう、新しい層にね、アピールして、ご近所用にも使えて、でも質は高いよ、みたいなね、そうしたアピールですね。繰り返しますね。マツダ2の方が、もうコンパクトカーってこういうものでしょと。スポーティーとかね、もうキュンキュン走るものでしょと。多少車が、こうね、ギクシャクしようとも、飛び出し感があったり、唐突感があっても、それを楽しむものでしょっていうね、そうしたコンパクト感に感じられます。で、スイフトの方が、もうちょっと大人というかね、ご近所の幼稚園までとか、お買い物のいうコンパクトカーらしいね、今までのコンパクトカーらしい使われ方もしつつ、で、質は高いよと。ハンドル周り、サスペンションの動き方、そういったあたりがね、質が高いと。不思議ですよね。スズキは軽自動車いっぱい持っていて、そういった用途にはね、軽自動車アピールできるはずです。で、そういった中で、スイフトもね、その延長線上まで持っているみたいなところでね。逆にマツダの方がね、コンパクトカーというかごめんなさい、軽自動車はスズキの OEM が主力ですよね。なので、ご近所用として、このマツダ2の一番安いグレードを向けてきてもね、実際今まではそうでしたから、それでもね、いいような気もしますけれどもね。こういったあたりがね、面白いなと。で、じゃあ、あと静粛性の話聞きますね。静粛性は、
マツダ2も悪くないけど、スイフトの方が一枚上手かなといったところですかね。スイフトのね、静粛性は印象的でしたので、もうはっきり覚えています。前からの音がガシッと抑えられて、後ろからの音は許容しているみたいなね、静粛性でした。前エンジンルームとかね、タイヤあたりの音がここから入ってくる音をビシッと抑えてくれて、3気筒の嫌な音もね、室内に入れなきゃいいじゃないかみたいなね、そうした考えを感じるぐらいでした。その代わりリア周りはね、普通のコンパクトカー的な感じなので、リアから回り込んでくるブオーっと音はね、結構大きいで、乗った感じとすると、近くから聞こえてくる音ではなくて、遠くから聞こえてくるような静粛性というのをね、感じました。で、やっぱりね、実際より静かに感じられるような音の作りなんですね。で、マツダ2はそういったところはないです。普通にっていうか、ほんとね、コンパクトカーの延長線上で、でも今となってはこの4気筒エンジン、今タコメーターで800回転ぐらい指しています。この領域ですとすごく静かなんでね、エンジンの存在感薄いです。振動もないのもそうね。元気に踏んだりとか、マニュアルモードでね、バンバンやると盛り上がってくるんですけれども、そうでなければね、すごくね、エンジンとかが、そのユニット、ものとしてね、前が静か。で、車全体からすると、ちょっとね、足回りのカチャカチャ音が入ってきたりとか、荒れた路面でね、ゴーッと音が目立ってくるところもあって、でも、そうね、ヤリスとかフィットに比べると静かと言えるのかな。そしたらすごいですよね。一番安い、コンパクトカーの中でもね、ちょっと頭一つ安いのがこのマスダ2なんですけれども、そうね、静かって感じやすい。すごいなと。どっちもすごいかな。で、そうね、ちょっともったいぶっちゃったエンジンの話で締めていきます。エンジンはね、スイフトが、燃費優先みたいなところでね、出だし30キロぐらいまではスロット特性良くしてっていうか敏感にしてぐんぐん出るようにして、でその先の領域は燃費重視のね、多分アトキンソンサイクル領域っていうのを大きく使うようなところがあって、質感としてはね、スイフトでどこが弱点かと言われたら、エンジンのその反応だよねと、振動とか目立つんでね、それもあるので振動って言いたくなる方も多いでしょうし、自分はその反応とかね、スロットル特性の変化が大きすぎるといったところでね、もう意図的に作ってる部分ですけれども、そうね、その反応の部分かなって言いたくなります。で、マツダ2もこの高圧縮エンジンという現在のタイプになりまして、やっぱりそのアトキンソンサイクル領域を大きく取ってるのかなっていうのはね、なんとなく想像できます。出だしはね、元気に出たりとかしてくれて、でもやっぱり走行中ね、アクセルの微小な操作に反応してくれない時が出てくる。低回転かつ60キロ、50キロぐらいで走ってる時がそうですかね。その代わり、ちょっと踏んだ時の動きは、CVT と 6AT、このトランスミッションの動きというのがね、関わってきて、そこでね、差があるようなね、感じがあるんですよね。マツダ2の方がもう元気にね、もうシュンシュン一段落とします。上げて下げて上げて下げてっていうね、シフトショックコクンコクン来るんですけれども、そんなのもう知るかみたいなね、許容しろよみたいな感じで、もう躊躇なく必要な時にはもうボン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 ギアを落として3000回転ぐらいをキープする。で、反応の弱い領域を使わなくするみたいなね、感じです。で、スイフトの方はね、CVT が段階的にね、1段下げて、ギアを1段下げて、2段下げて、3段下げてぐらいの感じで、その、セグメント的にね、そのエンジンの使える回転数の領域をポンポンポンって分けて使うような感じになっていて、どっちが違和感ないかって言ったら自分はこっちのマツダ2の方を上げたいですかね。で、やっぱりエンジンの音とかも良くて、気持ちよさもあって、マニュアルモードもね、一番安い車でもマニュアルモードがあって、滑らかとかね、アグレッシブな走る楽しみなんてのを味わえたりなんかして、そういったところがね、この、スイフトの、
まあ面白いところかな。ちょっとコンビニに行きますね。まあっていう感じでね、見てきて、もうほんとね、予想外でした。まあスイフトね、スペック上車重軽いし、まあ皆様軽いっておっしゃられてるし、エンジンの振動気にならないと、3気筒も悪くないよって、もう 100% に近いぐらいね、そうした意見ばっかり。で、ね、まあその期待からすると、ちょっと違ったみたいなね。で、また2は、緩いけど車の動きね、すごくハンドル周り敏感です。アクセルもブレーキも敏感。今までの大人っぽさは失ったかもしれない。失っています。でも、まあ多分タイヤの特性とかね、そういったところで、機敏なね、効きが良さがあって、効きの良さだけで言ったらね、スイフトとかヤリスに肉薄するようなね、まあヤリス以上だね。細かい操作はヤリスぐらいだとしても、ヤリスに一歩劣るとしても、細かい操作の反応は劣るとしても、車自体の動きとしてはね、キュン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 してるような感じをこれで作り出している。で、ホーダー力戻してくるところとか、路面インフォメーションなんていうのはね、優れていて、まあ今まで通りのイメージ通りのところもありました。でもやっぱり今日乗ってみて、もう全然イメージと違ってね、張り合えるのかな。でもね、やっぱり繰り返しになります。ものとしてはやっぱりスイフトの方がレベル高いなと。新しいし少しお値段も高いなというのがね、あります。あと燃費性能もね、スイフトの方がいいですね、乗った感じね。今日ぐらいのところ乗っていて、スイフトがまあ20キロいかないとしても10キロ台後半だとして、今日のマツダ2今 61.7 キロ走ってきたところで 13.4 キロが表示されていますから、こんな感じになりますかね。ちょっとカメラこれ変えていい？ちょっとメーター映しますね。ごめんなさい、ちょっとね光がいて見えたかな。 13.4 キロ、こっち 61.7 キロなのでね、この辺がやっぱり新しい世代とか何を重視してるといったところの違いになってくるんでしょうかね。といった次第です。あと、それぞれね、詳しくは別々の単体の動画で述べていきますので、またどうぞよろしくお願いします。ちょっと俺映してもらっていい？じゃあすいません、また次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの乗車選び、ヒラリー男爵でした。